皆さんこんにちは。今回はこの TZR につけてたボロいタンクキャップです。最初 Amazon とかで売ってる2000円くらいの安いやつを買ってキーシリンダーを交換しようと思ったんですが、結果から言うとできませんでした。まあ別にキーが2本でも構わなければ、物自体はそんなに質感悪いものではないので普通に使えると思います。純正のタンクキャップはまだ新品で出るんですが、お値段が12,430円でちょっとお高いので、倉庫にあるもう少し程度の良いものを使って直すことにしました。ただ純正のタンクキャップを直すとなると一つ気になる点があって、純正のタンクキャップのキーの蓋は結構カチッという感じでしっかり動くんですが、ここのバネが折れるとなんかパカパカしちゃって、よく触る部分なんでちょっと気になってたんですが、ガンマもやっぱりパカパカしてて、今回一緒に直すことにしました。この蓋の部分にはキックバネと鉄球とバネが使われてて、大概キックバネはもう錆びで折れてます。それと鉄球を押さえてるバネが弱ってるとカチッとした動きにはなりません。補修部品についてはモノタロウで探したらなんとか手に入れることができたので、分解作業中に値段を含めて説明していきたいと思います。分解で準備するものはドライバーとキーシリンダーを抜くときに必要なマイナスの精密ドライバーと、できれば粘度が強めのグリスです。グリスは可動部に塗るのにも必要なんですが、鉄球やバネがコロコロ転がっていかないためにも必要です。分解作業をするときは必ずトレイを準備して行った方が良いです。最初作業台でやってたら部品があっちこっち飛びまくってどこ行ったか全部わかんなくなりました。ネジが4箇所ついているので、まずそこを外していきます。ネジを4箇所外し終わったらタンクキャップの爪の部分が取れるので、それを外します。ここにスプリングが1つついてます。カバーを2つ外すとまたスプリングが4つ出てきます。作業中にまた外れてどっか行くと困るのでスプリングを外しておきます。そしてここが一番注意しないといけないところなんですけれど、この時タンクキャップを持ち上げて作業をするとキーシリンダーの蓋の部分の部品が全部バラバラになってどこに行ったか分かんなくなってしまうので、トレー内で持ち上げずに作業します。この小さな鉄球は直径が2ミリしかないので、不意に転がしてしまうともうほぼ発見できませんね。最初にバラした時なくしてしまいました。ゴムのガスケットを外して通路も一応清掃しときました。キーシリンダーの分解を始めます。一番上についているリングはただついてるだけなんで簡単に外れます。次にゴムの O リングがついてるんですが、もし当時物の30年ぐらい前のやつだとゴムが完全に硬化してしまってプラスチックみたいになってます。多分この O リングだけで水の侵入を防いでいるので、ゴムが硬化してパッキンの役目をしなくなると雨水とかがそのまま流れてしまうと思うので、清掃を行う機会があったら交換した方がいい場所だと思います。そして O リングが取れると中にもう1個スペーサーが入ってます。キーシリンダーは出っ張りの部分を精密ドライバーで押し込んでやれば抜けます。この部分が引っかかってるだけです。ヤマハの純正キャップのキーシリンダーを交換する場合はここを交換すれば終わりです。それで安いタンクキャップが使えなかった理由は、分解していくと構造もまあ似たようなもんなんですが、Amazon で買ったタンクキャップの方はキーシリンダーがタンクキャップの蓋側についてるんですよね。キーシリンダーの蓋のバネの構造も違いました。予備で持ってるスズキのタンクキャップの蓋のバネの構造もこれと同じでした。それで Amazon で購入したタンクキャップのキーシリンダーを抜いてヤマハ純正のキーシリンダーを入れようと思ったんですが、サイズが合わないみたいでどうやっても入りませんでした。
シリンダーの大きさを比べてみたら若干ヤマハの方が大きかったです。ならばキーシリンダー内のタンブラーを抜いて刺されば何でも開くようにしてみたんですが、これもキーの溝の違いで最後まで刺すことができなかったので諦めました。同じ形状のキーの溝が1本のものは最後まで刺すことができるんですが、 TZR3MA の鍵は溝が2本あって最後まで刺すことができませんでした。さらに加工すればできるんでしょうけど、もうやる気がなくなったので予備の純正のものをきれいにして使うことにしました。転がしてなくしてしまった鉄球は安かったんですけれど、キックバネの値段がちょっと高かったです。まあ5個入りで十分なんですけれど、10個入りだったんでしょうがないですね。蓋の部分に新しいキックバネを取り付けます。本体に取り付けたら鉄球が収まる部分にグリスを塗ります。そして鉄球とバネをその部分に収めます。この部分にグリスを塗らないで作業をするとコロッコロコロッコロ転がってすんげえイラつくんで塗った方がいいです。あとはゴムのガスケットをまた貼り付けて上からかぶせるだけです。かぶせたら1箇所ネジ止めをします。そしてこのパーツの出っ張りで先ほどの鉄球とバネを押し込みながらネジ止めを行います。その後キーシリンダーを差し込みます。一つ言い忘れたんですが、もし鉄球を押さえる小さなバネを飛ばしてなくしてしまった場合は100円ライターを分解すれば手に入ります。あとは分解した手順の逆をやっていくだけなんですが、交換したオーリングは手持ちのものでやったんですけれど、なんか中華のよくわかんないオーリングだったんで、規格で言うと P8 の 11.8 ぐらいになるんですかね。使ったものは直径が 11mm のやつだったんで、多分規格もんじゃないと思います。あとはカバーをはめて爪の部分をネジ止めすれば完成です。補修自体は2000円ぐらいでできるんですけれど、問題は塗装するかどうかなんですよね。私の交換したタンクキャップは結構錆が目立ったんで表面を削ってしまったんですが、それほど気にならない程度であれば塗装は落とさない方が良いですね。結局余ってたウルタンクリアがあったんで私はそれで塗装してしまったんですが、ガソリンがかかる場所なのでプラスとして磨くだけで良いかもしれません。とりあえず完成しました。塗装したものを最後に取り付けて動きを確認します。今回スズキの純正品も分解はしてるんですが、構造は大体同じようなもんなんで動画にはしませんでした。ヤフオクとかでそこそこ程度の良いキーなしのものを安く手に入れてタンブラーを組み替えればまた使えるんで、それも手ですね。